山下家に生まれた宿命というか、じいちゃんと、父親と、つないできたこの事業を、受け継いでいければなとは思います。家族なんで切っても切れない信頼できる存在っていうか、私がこう思うから大丈夫っていう任される、もう一人前になったっていうところを見せたいですね。兄弟で何かそういう仕事を一緒にできたらいいなと思ってですね、帰ってきました。一番美味しい魚はどこかってなった時に五島って言われるような、そういった魚を作れるような人になりたいです。大体水揚げない時は朝7時から。こっちは冬はやっぱ7時でもまだ暗いんで、暗かったらやっぱ魚も餌食べないんで、夜明けと同時に出るぐらい。こっちは冬はこっちが北風になるんですよ。今日は凪ですけど、試験の時はやっぱザポンザポン。後藤水産の山下祐樹です。うちのブリは、自分たちで、稚魚を取りに行きます。自分たちで取ってきた稚魚を、しっかりワクチンを打ったり様子なんかを日々観察して健康で大きな魚を育てるように頑張っています。本当海に出るだけでも面白いというか楽しいかなと思って、餌やりで魚の成長を見るのも楽しいですし、きついけど楽しい。これをしないといけないっていう日に嵐の日とかだったら逆にテンションが上がってこうやるぞみたいな。僕が一番最初帰ってきた時にいい仕事したかどうかっていうのは出荷とか出来上がった仕上がった魚を見ればよくわかるっていうのはそれがずっと自分の中でもあって、年々いい魚はできるようになってると思います。他人と違って兄弟なんで、強く言っちゃう部分も、多分お互いにあると思うんですけど、2人とも僕が帰ってきたその3年目とか1年目よりはよく頑張ってるんじゃないかなとはすごい助かってますね。今から岸久の加工場で、魚を商品にするんで、その魚今水揚げしたハマチを持っていきます。加工場はもう解体なんですけど、一次加工で、3枚おろしにして真空パックですね。あとはもう最後まで、スライス寿司ネタの状態まで切ったりとかもお客さんの要望に応じてこう切り方とかも変えたりとかですね。年末の本当に忙しい時なんかは、タイがメインなんですけど、マダイは1日8,000匹とかやったりするんで、オケで言ったら何オケかな、25オケとかそれぐらいいきますね。五島からその出荷の時間は船の時間と飛行機の時間でこう決まってるんで、前にずらすしかないというか、やっぱこう本当に物心ついた時から大きくなったら帰ってこんばぞっていうのはもうずっと言われてたんで、姉は結婚して千葉の方に行ったんですけど、あと下の4人は今会社一緒に働いていて、兄弟の誕生日にはみんなでこうお金出し合って誕生日プレゼントするっていうのを10年近く続けてると思います。でもやっぱ仕事になったらですね、やっぱ言い合いというかもうたまにはありますね。
ハマチ持ってきましたけど、そこ置いときます。はい、大丈夫大丈夫。ここは外置いときます。はい、今のマダイの加工が終わったら次ブリをやります。金曜日ハマチ残り500ぐらいいるんですよ。あれ持ってきたら置いてもいいですか？あ、いや、終わってからでいいですよ。はい。加工場では機械で魚の魚体を洗浄して魚の頭を落として内臓を取って残ってる血なんかを、きれいに洗浄を内側をしていきます。で残りはあっちの加工上処理場で、ここは下処理場なんで、その頭取ったり内臓を取ったりっていうまでで、あっちで三枚おろしとやっていきます。一応きれいに水洗いしたものをまず三枚おろしにします。血だったりとか、あと肛門の部分だったりとか、皮のビロビロになってるところとかをきれいに。で他にもなんか鎌取りだったりとか腹骨取りとか、そのお客さんに合わせて加工するっていう感じで、拭き取りといって血とかをきれいにして2つの班に分かれて、この班はじゃあこっちして、もう1つの班はこっちしてっていうふうに分担して、でも皆さん全部作業できるような状態で、誰でも何でもできる。あれが真空です。パック詰めしたものを真空機で真空していきます。真空パックして、そこから梱包ですね。で真空が終わったら、金属探知機に流していく。工場自体は365日稼働してて、シフトを組んでみんなで交代交代休んでます。開けます。わかりました。はい。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、失礼します。2人乗って網はさ、12の7を、そこにあるだけでかけた広がしてさ、助川さんおったやろ。できるやろ、2人で。今から行くのはモジャコです。モジャコの餌と、この船はそうブリリアントとタイをあげます。まず生餌っていうイワシとかサバとかアジとかっていうのが冷凍ブロック状で来るんですよね。でそれをクラッシャーつって粉砕する機械に入れて、でそこにこう魚粉だったり
魚油だったり、あとビタミン剤、栄養剤とかだったり入れて、それを攪拌させるんですよ。で攪拌させたやつを今度は粒状にして、そこからいけすにこうベルトコンベヤーを使って運ぶっていう感じですね。だいたい魚体重の 7-8% ぐらいって言われてるんですけど、食べる時で 10% 近く食べたりとかするんですけど、そういうのをまあ目安に、あとはこう見て、もうちょっと食べそうだなだったらまあ多めにあげたり、もう魚見ても食べなかったらもう目安量より低いけどもストップとかしたりしてます。各いけつにマダイだったり、そのハマチだったりも1年生とか1年生2年生という呼び方するんですけど、これが今1年生の分ですね。見たらもうこうだんだんこのバシャバシャ感がゆっくりになってきて、もう食わなくなってきますね。最後はもう一気にこう魚がこう下に下がりますね。食べなくなったら下に、今は上で泳いでますけど、普段はもう下でこうゆっくり泳いでます。これで今このいけつだけで1万匹います。餌にも種類があって EP っていうのとモイストペレットっていうのがあるんで、こっちはモイストペレットって生餌をこう自分たちで配合して練ってから出すっていう。あっちはもう EP って言って作られた餌、日清丸名さんに作られた餌をもうそのままもう入れて出すっていう。油の量だったりとか、あとこの粉の量だったりとかでそういうのが調節できるのがモイストペレット。夏場とか水温高い時に油とかをいっぱい入れてしまったら魚にこうダメージがあって死んでしまうとか、水温によってこうやっぱ全然違うんで。ただ今寝るところが2つ釜があったと思うんですけど、もともとはシングル1個だけしかなかったんです。それをなんか2つこっちを練って出してる間にこっちでもう1個作れるようにで作ったのは、なんか自分のじいちゃんがなんか発明したらしいです。やっぱやりながらちょっと効率悪いなっていうので考えたんじゃないですかね。やっぱり今のやつモイストって言うんですけど、モイストだと作れる粒の大きさが決まってるんで、やっぱ小さい時は口も小さいんで、もう小さい EP を上げてっていう感じですね。それが柔らかいです。餌が入れてきてる。餌できるやっぱ一緒に仕事しててですね、段取りの良さであったり、仕事の速さはもう本当に尊敬できるぐらい本当に速いですね。結構できなかった時とか、兄たちに結構甘えるっていうか、もうすぐ助けを呼んでしまうところがですね。今は魚を育てることで手一杯なんですけど、ゆくゆくはこう自分の思った通りにというか、お客さんの要望に沿った魚を作れるような養殖をできるようになりたいなと思ってます。もともとはこうずっとこう手で運んでたのが、やっぱこういう機械が出てきたんでだいぶ楽になりました。頑張れ、あとこんだけやな。やるときさ、冬絶対短くとバッテリーが上がるけん。これでいいか。いただきます。兄弟が5人いて、高校はずっとその弁当なんで、一番上が高校生になって下が抜けるまでプラス4って言ったら12かな。12年連続でこう弁当作ってる感じ。ここはもじゃこを分用します。作業を。
分養は一小割の魚の密度が増えすぎた時に薄くその密度を小さくするために一小割から二小割、三小割、四小割というふうに計量しながら分養していきます。今タモで魚をすくいやすいようにこう寄せてる段階です。あまり魚が泳ぐ範囲が広すぎるとすくえないし、狭すぎるとやっぱ魚酸欠とかストレスかかるので、ちょうどいい塩梅を探して、これが4月5月で取ってきた稚魚なんで、もう1年経たないうちにいけすがの空き状況も見て分養していくっていう感じです。うちのブリは、自分たちで、稚魚を取りに行きます。遡れば一番最初うちの会社が始まったのはじいちゃんがモジャコを取ってきて養殖したところから始まってるんですよね。なんで、伝統の技というか、買ってくるのは簡単なんですけど、やっぱ自分たちでこう汗水垂らしてというかきつい思いして取りに行って、でそれをやっぱこう自分たちできつい思いして取ってきた魚だからこそより丁寧に大切に扱おうという。取ってきたビスとやっぱ分養するビスって死んじゃう分もあるんで、例えば1万匹入れた時に分養する時にはその予定よりも少なかったりとかですね、するんで。こう数が多いと餌に当たらない個体も増えてくる。やっぱ薄く買えば買うだけ成長もいいですし、魚のストレスもなくなると思うので、例えば50キロであれば50キロのうち何尾なのかっていうのを、計算した上で規定の、今回で言えば2500尾ずつ入れていったので、2500尾は何キロかっていうので計算して平均の重量を出して数を出しているという感じですね。楽しいですね。さばけるようになるとけど全然まだ下手くそなんですけど、会社でも 8g とかのスライス、こういうのを商品であるんですけど、やっぱベテランさんはもう切るのも早いし、それをグラムで測ったらちゃんと 8g だったりするので、私はまだ 10g だったり、もう全然 6g もありますし、これはやったことない。教えて。刺身用は本当に難しい。こうまっすぐでいいの。ほら。でこうむずいね先生。できた。はい、できたぞ。抜いていこう。1月4日が賞味期限。正月忙しいから1月4日はこうして賞味期限の確認とでこう子供たちにサービスしてやりよったんやけど、それが一番うまいって言ってこいつらがね。うまい。うまい。まなみがさばいた。この子らが高校生ぐらいの時はもう間に合うんでね、握るのが間に合うんでね、どんだけ最初にハンディもらってからやるみたいな。やっぱ小さい頃からそういう手伝いで忙しい時も一緒にやってると結束が強くなるというか、小さい頃からもう後藤水産の魚を食べて育ってきたんでありがたみというかもうあります。そうですね、ブリが一番好きです。自分が育ててきた魚がこんな大きくなったんだっていうのはやっぱ面白いし嬉しいですね。やっぱ兄だったり父だったり弟だったりとかもそうですけど、何でもこう話しやすい存在ではありますね。せっかくこの五島で養殖をして、魚
もいるので、それを生かしたような何か事業を、新たに何かできたらなとは思っています。